アメリカ、ニューヨークでの出来事です。夜中の3時、救急室の待合椅子に、私は一人で座っていました。蛍光灯の光だけが、しらじらと廊下を照らしている。人の声も、足音も、何もない。ただ、消毒液の匂いだけが漂っていました。その時です。気がつくと、隣の椅子に老人が座っていた。患者服を着た、小柄な男性でした。いつから、そこにいたのか、全くわからなかった。私が待合室に来た時、その椅子は確かに空だったはずなのに、老人は正面を向いたまま、微動だにしない。不思議に思いながらも、私は視線を前に戻しました。しかし、次の瞬間、老人が、私の名前を呼んだのです。一度だけではありません。二度、三度、低く、静かな声で、私のフルネームを、正確に、全身の血が、消えていくような感覚でした。私の名前を、この人が知っているはずがない。ここで会ったのは、今夜が初めてのはずなのに、震える足で立ち上がり、ナースステーションへ向かいました。看護師に、隣の老人のことを聞いた。すると彼女は、首を傾けてこう言ったのです。その椅子は、ずっと空ですよ。振り返ると、老人はまだそこにいました。そして、ゆっくりと私の方を向いて、笑った。後から判明した事実は、さらに恐ろしいものでした。でも、その前にまず知っておいてください。あの夜の少し前、私の日常に、すでに異変は始まっていたのです。私の名前は、ケンジ、中村。当時、ニューヨークに住んでいた、ごく普通の日本人でした。2026年の冬、マンハッタンのアパートで、翻訳フリーランサーとして働いていた私は、締め切りに追われながらも、どこか単調な毎日を送っていました。あの夜も、いつも通りのはずでした。夕方から軽い頭痛がありました。最初は疲れだと思っていました。しかし夜が深まるにつれ、痛みはじわじわと強くなっていきました。市販の鎮痛剤を飲みましたが、全く効きませんでした。深夜0時を過ぎた頃、視界がぼやけ始めました。これはおかしい、と感じました。私はコートを羽織り、タクシーを呼びました。向かった先は、近所にある総合病院の救急外来でした。ニューヨークの夜は冷たく、外の空気は針のように肌に刺さりました。救急外来の待合室は、薄暗く静かでした。深夜というのに、数人の患者が椅子に座って順番を待っていました。看護師に症状を伝えると、少しお待ちください、と言われ、番号札を渡されました。私は壁際の椅子に腰を下ろしました。隣の椅子は、空いていました。少なくとも、その時は、蛍光灯がかすかにしばたいていました。消毒液の匂いが鼻をつきました。壁の時計を見ると、午前3時を少し過ぎたところでした。眠気と頭痛の間で、意識がぼんやりとしていました。スマートフォンを取り出す気力もなく、ただぼーっと正面の壁を見つめていました。その時です。ふと、隣に気配を感じました。最初は、音でした。かすかな、絹ずれの音。でも周囲を見回しても、誰も動いていませんでした。夜中の待合室は、ほとんど静まり返っていました。向こうの隅で、若い男性がうつむいて眠っているだけでした。私は気のせいだと思いました。次に気づいたのは、匂いでした。消毒液の匂いとは、違いました。古い木材が雨に濡れたような、湿った重い匂い。それが、不意に鼻の奥に入り込んできました。換気が悪いのかと思って、軽く頭を振りました。それでも、匂いは消えませんでした。そして、温度です。隣の椅子の方向から、ひんやりとした空気が流れてきました。冷房の風ではありませんでした。もっとじっとりとした、肌に張り付くような冷たさでした。思わず腕をさすりました。でも、見ませんでした。隣を、確認しませんでした。理由はわかりません。疲れていたからかもしれない。怖かったからかもしれない。それとも、本能的に、何かを感じていたからかもしれない。蛍光灯がまた、しばたきました。一瞬、室内が暗くなりました。そして元に戻った。ただそれだけのことでした。でも、その一瞬の暗闇の中で、隣に何かの重みを感じた気がしました。椅子が、わずかにきしんだような、私はゆっくりと、前を向いたままでいました。心臓が、少しだけ速くなっていました。深呼吸をして、自分に言い聞かせました。疲れているだけだ。頭痛のせいだ。気のせいだ。でも、次の瞬間、隣から、吐息が聞こえました。
確かに、聞こえたのです。隣から、吐息が聞こえました。私は、動けませんでした。体が、石になったようでした。首を動かすことも、手を持ち上げることも、できませんでした。ただ、正面の壁を見つめたまま、その音が本当に聞こえたのかを確かめようとしていました。もう一度、聞こえました。今度は、はっきりと、ゆっくりとした、静かな吐息、眠っている人が立てるような、深くて、規則的な呼吸音でした。私は、ゆっくりと目線だけを横に動かしました。いました。老人が、そこに座っていました。患者服を着た、白髪の老人でした。背中を少し丸めて、両手を膝の上に重ねていました。視線は、まっすぐ前を向いたまま、まるで、ずっとそこにいたかのように、心臓が、大きく跳ねました。いつの間に、来たのでしょう。照明が消えた、あの一瞬の間に、それ以外に、考えられませんでした。私は、息を整えました。隣に人が座っているだけです。ただの患者さんです。深夜の救急室には、様々な事情を抱えた人がいます。そう、自分に言い聞かせました。でも、老人は動きませんでした。瞬きをしているのかさえ、わかりませんでした。ただ、微動だにせず、人形のように静止していました。そして、その老人が、ゆっくりと、こちらに顔を向けました。白く濁った目が、私を見ていました。口元が、かすかに動いていました。声になるかならないかの、小さな音でした。でも、その言葉は確かに聞き取れました。私の名前でした。この老人は、私の名前を知っていました。次のパートで、私は看護師に声をかけることになります。その名前は、確かに私のものでした。聞き間違いではありませんでした。空耳でもありませんでした。老人の唇が動いたその瞬間、私の全身が固まりました。息が、止まりました。心臓だけが、異常なほど早く打ち続けていました。老人の目は、白く濁っていました。瞳孔がどこにあるのか、わからないほどでした。それなのに、その目は確実に私を見ていました。ただ見ているだけではありませんでした。まるで、私の奥まで見透かしているような、そんな目でした。もう一度、唇が動きました。同じ言葉でした。私の名前でした。この人は、なぜ私の名前を知っているのか。会ったことのない老人です。ここはニューヨークの病院です。私にとって、全く縁のない場所のはずでした。声をかけようとしました。でも、声が出ませんでした。喉が締め付けられたように、言葉が出てきませんでした。老人はゆっくりと、口の端を持ち上げました。笑っていました。嬉しそうな笑みではありませんでした。何かを知っているかのような、静かで、冷たい笑みでした。私は立ち上がることも、逃げることもできませんでした。ただ、その白い目を見返すことしかできませんでした。どれくらいの時間が経ったのか、わかりません。数秒だったかもしれません。数分だったかもしれません。ようやく体が動きました。私は、近くにいた看護師の方へと、足を向けました。この老人が何者なのか、それを確かめなければならないと、本能的に感じていました。その答えが、さらに恐ろしいものだとも知らずに、家に帰ってからも、あの白い目が頭から離れませんでした。瞬きをするたびに、老人の顔が浮かびました。目を閉じるたびに、あの薄い笑みが迫ってくる気がしました。最初は、気のせいだと思おうとしました。疲れていたのだ。夜中の応急室で、頭が混乱していただけだ。そう、自分に言い聞かせました。でも、日常は少しずつ、おかしくなり始めていました。翌朝、目が覚めると、部屋の隅に視線を感じました。誰もいません。当然です。でも、確かに感じたのです。何かが、そこにいる、という感覚を、昼間、コーヒーを入れていると、背後で床がきしみました。振り返っても、誰もいません。窓も閉まっています。風も吹いていません。それなのに、きしんだのです。夜、シャワーを浴びていると、ドアの向こうから足音が聞こえた気がしました。ゆっくりとした、引きずるような足音でした。あの老人の歩き方に、似ていました。シャワーを止めて、耳を澄ませました。静寂。でも、その静寂が、かえって恐ろしかった。そして、3日目の夜のことです。眠れずにいた私は、ふとスマートフォンに手を伸ばしました。着信もメッセージもないはずでした。でも、画面には、一件の通知が来ていました。発信者の名前は、
表示されていませんでした。番号も見たことのないものでした。ただ、テキストメッセージだけが1個残されていました。その内容を読んだ瞬間、私は確信しました。これは終わっていない。あの老人はまだ私のそばにいる。では、一体あの老人は何者だったのか、その答えが次第に恐ろしい形で姿を現し始めました。あのテキストメッセージの内容はたった一言でした。なぜ私の名前を知っている。送信者は不明。番号も存在しないはずのものでした。私は震える手でスマートフォンを握りしめたまま、しばらく動けませんでした。あの老人は私の名前を知っていた。一度も名乗っていないのに。翌日、私は冷静を取り戻そうと、あの夜のことを一つ一つ整理し始めました。そして、ある手がかりにたどり着いたのです。救急室の待合には、古い掲示板があります。私はそこに貼られた、色あせた一枚の紙に気づきました。病院の歴史を紹介する、簡単な説明文でした。その中に、小さな白黒写真が一枚、載っていました。私は、息が止まりそうになりました。その写真に写っていたのは、あの老人だったのです。説明文によれば、その人物はかつてこの病院で長年働いていた医師でした。しかし、ある夜、救急室で患者を待ちながら、そのまま帰らぬ人となったと書かれていました。死亡した日付は、記録によれば、今から数十年前の深夜3時頃のことでした。場所は、あの待合室。そして、座っていた椅子の位置も、私の隣と一致していました。なぜ、私だったのか、その答えもまた、その説明文の中にありました。その医師の姓は、私の姓と全く同じだったのです。血のつながりがあるのか、それとも偶然なのか、私にはわかりません。ただ、あの老人が私を見て笑ったあの表情は、怒りでも恐怖でもなく、どこか懐かしむような顔だったように思えてなりません。しかし、話はここで終わりません。その夜、私は再び、あの場所へ向かうことになったのです。もう、逃げられない。そう悟った瞬間、私の足は床に縫い付けられたように動かなくなりました。廊下の突き当たり、蛍光灯が一つだけ、ゆっくりと明滅しています。その薄暗い光の中に、あの老人は立っていました。患者服のまま、点滴の跡が残る腕を静かに下げて、私をまっすぐに見つめながら、来てくれたね。老人の口が、確かにそう動きました。声は聞こえない。でも、その言葉の意味だけが、頭の中に直接流れ込んでくるような感覚でした。私は震える声で、問いかけました。あなたは、誰ですか？老人は、ゆっくりと笑いました。懐かしむような笑顔で、そして老人の視線が、私の胸元に落ちました。名札です。私の名字が書かれた、小さな名札。老人はそれを見て、深くうなずきました。まるで、長い年月をかけてようやく確認できたものを、目の前にした人のように、私の体の奥底から、言葉にならない感情がこみ上げてきました。恐怖なのか、悲しみなのか、それとも全く別の何かなのか、自分でも判断できないまま、ただ涙が頬を伝いました。老人が一歩、近づいてきます。足音は、しません。もう一歩、蛍光灯が激しくしばたいた。その瞬間、老人の姿は、跡形もなく消えていました。廊下には、ただ冷えた空気だけが残っていました。しかしその翌朝、私のもとへ一通の古い封筒が届きました。差出人の名前は、あの医師のものでした。消印は、1987年、封筒の中には、一枚の写真と、短い手紙が入っていました。その内容を見た私は、もう二度と、あの病院の近くを歩けなくなりました。あの夜から、何かが変わりました。最初は、小さなことでした。夜中に目が覚めると、部屋の隅に誰かの気配を感じる。振り返っても、何もいない。ただ、空気だけが、妙に冷えている。眠れない夜が続きました。目を閉じるたびに、あの老人の笑顔が浮かぶのです。言葉もなく、ただ静かに、こちらを見つめている。封筒の中身を、もう一度思い返しました。写真には、見覚えのある廊下が写っていました。あの病院の、あの蛍光灯の下、そこに立っていたのは、若い男性でした。しかし、その顔には見覚えがありました。あの老人の、
若い頃の姿でした。手紙には、こう書かれていました。この病院では、夜になると、いけない者たちが戻ってくる。彼らは寂しいのではない。ただ、誰かに気づいてほしいのだ。あなたは、気づいてしまった。それが何を意味するのか、私にはまだ、わかりません。しかし一つだけ、確かなことがあります。あの夜以来、私の名前を知っているはずのない人から、何度か声をかけられることがあります。知らない番号から電話がかかり、出ると無音。そして翌朝、枕元に冷たい感触が残っている。偶然かもしれません。気のせいかもしれません。でも、あの老人が最後に見せた笑顔を思い出すたびに、私はこう感じるのです。これは、まだ終わっていない。と、次回、エピローグ、あの夜の、本当の意味が、明らかになります。あの夜から、何かが変わりました。私の日常は、表面上は元に戻っています。朝が来て、食事をして、眠る。それだけのことです。でも、夜中の3時になると、ふと目が覚めることがあります。理由はわかりません。ただ、部屋の隅が、やけに暗く感じられるのです。知らない番号から電話がかかることも、まだあります。出ると、無音。風の音さえしない。完全な沈黙です。そして翌朝、枕元に、冷たい感触が残っていることがある。偶然だと思いたい。気のせいだと言い聞かせたい。けれど、あの老人の笑顔が頭をよぎるたびに、私は確信してしまうのです。あの笑顔は、別れの笑顔ではなかった。それは、始まりを告げる笑顔だったのだと。ニューヨークの救急室で起きたあの夜、あの椅子に座っていた老人が、私に何を伝えようとしていたのか、その答えは、まだ、出ていません。これは、まだ終わっていない。